クラウス・ルーメルさん、当時28歳。爆心地から 4.5km の長塚のキリスト教修練院で被爆しました。ドイツ人のルーメルさんは当時新学生として長塚の修練院にいました。原爆投下後、すぐ登町の教会に向かい、そこで救援活動に参加しました。原爆の惨状はその後教育学の道に進んだルーメルさんに大きな影響を与えたといいます。現在ルーメルさんは上智学院の理事長を務めています。その年は私は新学生だったんで、新学の2年がちょうど終わったところで、広島の郊外、当時は郊外だったんですけれど、長塚のイエズス会の修練院に行ったんです。それは東京から疎開してそこに行っていたわけなんです。もちろん日本人と同じようにやはり食料は少なくて、大変体も弱っていた、そういう時代でしたけれども、ちょうど8月6日というなら夏休みですね。で朝のご飯は大体8時頃終わるということで、8時15分は家の前の外にいまして、そうしたら、私の見たことは直接に報告しますと、我々の家は5060メートルぐらいのこの丘の上にあるんですね。そのまた町に近いところまた丘があって、私の感覚ではその丘の後ろには、普通の爆弾が落ちたんじゃないかと思って、つまり飛行機を見たんです。飛行機はもうウクリの方には去ったと思ったところ、急に赤い黄色い紫色のああいう大きな玉のようなものが現れたと、そこまで見たんです。で近くに普通の爆弾が落ちたと思ったら、しかし全然爆発の音が何もないんでね、おかしいなと思って、瞬間的に本能的に待機する訓練があったもんですから、うちのすぐ、そばには階段があって地下に行くんです。そこに飛び降りたんですね。ちなみに下駄を下駄を履いていたもんですから、下駄の旗が切れまして裸足になったんですよね。そうしたらその瞬間には今度熱い空気が上を通るような気がしまして、それはつまり爆風だったんですね。で爆風とともに屋根の瓦が3分の2ぐらい落ちてきまして、窓ガラスは全部980率降りて、そしてそのガランガランとその、窓ガラスの変われたものが落ちてくるし、あるいは壁のなんていうんですか、一部も落ちてくると、そういう被害があった程度で、そうすると、丘の上に登ったら急にパラパラ雨が降り出して黒い雲が現れて、雷も聞こえたんです。ちょっとぐらいですよね。そうするとまた降りたところ、横川の工場から女の、なんていうんですか、ここですね、労働者がそろそろうちに上がってくるんです。で妙にみんななんですか、裸のところ、足とか腕とかですね、やけどがありまして、それはまず手当てをしなければならないと。で手当てをするためには、何ですか、いろいろ薬が必要ですからね。でちょうどうちの院長はルーペさんはある程度医学のそういう知識があったんで、教育もあったもんで、彼が医者の務めをしまして、僕は派遣されて医者を探すように、あるいは看護婦を探すように、ところに行ってみたらそれもみんな死んでるわけですね。でその後は、どうせ医者は何も会えないし、何も薬何ももらえないし、また国道をどんどん町から逃げてくる負傷した人が大部分ですけれど、歩けなくなった人は何とかしようと、近くの農家から車を借りて、2人ずつ乗せて何人かのものを
小学校まで運んでいきました。でいよいよ家に戻りますと、食堂はいわば、手術部屋にしてあったですね。食堂の机の上に乗せて、でアルーペさんは背中から50個のガラスの破片を出したんです。もちろん麻酔何もできないままですけれど、すごい気の強い人ですよね。そして彼は足にもこれぐらいの大きな怪我があったんで歩けなかったわけですね。でその後はずっと、病人というものはそうね、うちは普段は24、25人ぐらいの泊まる収院ですけれど、120人も泊めたんです。廊下も図書館も応接間もお御堂も全部患者が並べて、倒れたものは、止めて、そして手当てをしていたわけなんですね。ほとんど今言った通りには助かったけれど、2人だけは中でも死人が、出てきたんですかね。で私はその来る日は全然寝ないままで、また朝8時ごろ市内に出かけていきまして、登教会では何か貴重なものを埋めていったんですね。それを掘り出して、で何か残ったのかって昼の2時まで登町の教会の敷地で、仕事をしていたんですね。でその2時になりますと、また長塚に戻って看病と、昼も夜も3日間も全然寝ないんですね。1分も、食事も忘れるぐらい看護婦がいないからね、なんとかしなくちゃいけないわけなんですね。で国道にもどこにでもなんか看板があって、何がし私はどこにいるという人探しというあれがありましてね。でほとんど家族はみんなバラバラで逃げていたし、誰がどこへ逃げたって互いにわからない。もちろん死んだ者はいずれ出てこないし、ただ町のかなり原爆に近いところでやられたという家族がですね、発見したその場面ですね。お母さんちょうど朝の先手に行った頃、7日の日ですけれど、もう子供は死んだと思ったらですね、12、13歳の女の子がね、お母さん見つけて抱きしめた、そのような場面、こちらでも泣き出したんですよね。不幸中の幸いというそういうこともあったんですよね。しかしいくら探しても、何週間何ヶ月探しても二度と出てこないというのが大多数であったわけですよね。もちろん私が今生きてきたその70年の間でですね、体験したものはそれが一番大きいんですね。意識的に無意識的に当然それは自分の全ての考え方には大きな影響を残しているということですね。ですから私専門が教育学ですけれど、大学で教育学長い間教えていましたし、道徳教育も担当してまいりましたし、中ではなんとか平和教育というものがですね、成功して、南北の対立とか東西のそういう対立が緩和されるといいなと思いまして、原則論としては、全てのその原子爆弾なるものは一掃していただきたいという願望ですね。でも具体的に国際政治の問題に絡んできますと、どうすればいいかって一人の力ではどうすることもできないんですね。自分の無力ということは痛感することがたびたびあります。